どうもこんにちは、ギターショフトニックの小沢です。今回はギブソンギターの弾き比べやっていこうと思います。はい、今トニックにですねギブソンのソリッドギターが、合計で6本ですねありますので、それぞれ紹介していこうと思います。使うギターはですねこちらです。レスポールスタンダード 60s、 レスポールジュニア、 SG フェーデッドトリビュート、ルドルフ・シェンカーフライング V、 ノンリバースファイヤーバード、そしてモダーンですね。はい、こんな感じで定番のレスポールから、変形モデルまで多種多様にありますので、面白い比較になるんじゃないかなと思います。ということで本編へどうぞ。まずはじめに紹介するのがこちらレスポールスタンダード 60s です。はい、1952年に登場した、ギブソンの代表機種であるレスポールですね。はい、もともとはジャズギタリストのレスポールさんのシグネチャーモデルとして登場しました。ギブソン社初のソリッドギターと言われておりますね。この見ての通りトップのアーチがものすごい綺麗ですね。でこちらのレスポールスタンダード 60s なんですけども、2019年からオリジナルコレクションといってボディ内部の空洞がなくなったりとか、あと基板のコントロールが廃止になったりと、よりヴィンテージスペックに近づいたと言われている一本です。でレスポールスタンダード 60s なんですけども、1960年のレスポールをモチーフとしたモデルですね。で木材見ていきますと、マホガニーバックのメイプルトップ、マホガニーネックの、ローズウッド指板というような構成です。で 60s スタイルならではのかなりスリムなネックシェイプが特徴的です。そしてピックアップがですねバーストバッカー61というものが2つ搭載されていて、ストップテールピースとチューンオマチックの2ピースとブリッジですね。でこちら2021年製の中古品で価格が28万6000円で販売中でございます。はい、ザ・ギブソンサウンドというか超定番機種で、基準になる一本だと思うので、まずこちらのレスポールのサウンド聞いていただいて、これから登場するやつがどう違うのかチェックしていただけたらなと思います。ということでクリーンとクランチとドライブでいつも通り鳴らしていきますので、音聞いてみてください。続いて紹介するのがこちらレスポールジュニアですね。はい、こちらのレスポールジュニアはですね1954年に、レスポールスタンダードの廉価モデルとして登場しました。先ほどのレスポールと違う部分でいうとトップがアーチではなくフラットになっておりまして、指板インレイがドットになっていたりとか、ネックとボディのバインディングをなくして、装飾を省いてコストを抑えたモデルになっております。そして木材見ていきますと、マホガニーボディとマホガニーネックとローズウッド指板というような構成です。ピックアップがですね、先ほどはバーストバッカー61というハムバッカーのピックアップが載ってたんですけども、こちらは P90 が搭載されております。このワンピックアップというかなり男らしい仕様に仕上がっていると思います。そしてブリッジがですね、ラップアラウンドブリッジ、ワンピースのブリッジを採用しております。2019年製の超備品の中古でですね、17万6000円で販売中でございます。こちらのジュニアなんですけども、スチューデントモデルではあるんですけども、スタンダードと一味違ったサウンドとルックスでファンの多い一本だと思います。ということで音聞いてみてください。
続いて紹介するのがこちら SG フェーデッドトリビュートですね。こちらの SG というモデルはですね、1961年ですね、ギブソンの代表機種であるレスポールのフルモデルチェンジ版として登場します。薄くて軽量なボディとハイポジションへのアクセスがトップクラスにしやすいですね。なのでエレキギターの中でも取り回しのしやすさはもう最上級と言っていいんじゃないかと思います。でこちらはですね、SG フェーデッドと言いまして、先日紹介したSG スタンダードがあるんですけども、それの廉価モデルとして、登場しているモデルです。木材としては、同じなんですけども、塗装だったり、インレイだったり、そういった部分でちょっとコストを抑えたようなモデルですね。木材見ていきますと、フラットトップのマホガニーボディでマホガニーネックでローズット指板というような構成です。ピックアップはですね、ギブソンの 490R と 498T ですね、が搭載されています。ギブソンの代表的なハーバッカーをモチーフとしつつも、よりモダンなパワフルな仕様になっているのが特徴です。そして、ストップテールピースとチューンオマチックの2ピースブリッジですね。こちらの SG フェーデッド現在は生産終了となっておりまして、こちらが長期在庫のアウトレット品で14万3000円で販売中でございます。同じくもともとレスポールとして生産をされていた SG なんですけども、音どれぐらい違うのか、早速聞いてみていただけたらなと思います。どうぞ。続いて紹介するのがルドルフ・シェンカーフライング V です。もともとフライング V というモデルはですね、1958年にギブソン社から登場したエレキギターですね。初年度の出荷本数は当時81本と言われてまして、かなり希少価値の高いモデルですね。初年度の1958年製のフライング V いくらぐらいなのか知ってる方いたらぜひコメントしてみていただけたらと思います。でその後ですね、1959年に生産が終わるという風なものすごい短命なモデルです。このフライング V の特徴なんですけども、見ての通り個性的で攻撃的なデザインといいますか、この形なので、座って弾くのがものすごい大変です。ただステージ映えはもうトップクラスのギターなんじゃないかなと思います。でこちらはですね、マイケル・シェンカーという、ギタリストがいるんですけども、ロックギタリスト界では神と呼ばれている人ですね。その人の兄貴ですね。お兄ちゃんのルドルフ・シェンカーという方のシグネチャーモデルです。マイケル・シェンカーがフライング V を持つきっかけになった、人ですね。でこちらのモデルはですね、2013年に400本限定で生産されたとのことです。木材見ていきますと、マホガニーボディのマホガニーネック、グラナディロ指板という風な、構成です。この白黒の、カラーリングめちゃくちゃかっこいいと思います。憧れた方きっといるんじゃないかなと思いますね。ピックアップが、超定番の、ギブソン57クラシックが搭載されていて、ストップテールピースチューンオマチックの2ピースブリッジです。価格が超備品の中古で46万2000円で販売中でございます。当時の新品がいくらだったかちょっとわかんないんですけども、プレミアがついている1本ですね。まさかトニークに入ってくるとは思いませんでした。ということで早速音鳴らしていきます。どうぞ。
続いて紹介するのがカスタムショップノンリバースファイヤーバードですね。はい。ファイヤーバードはですね、1963年に登場した、エレキギターになってまして、当時はですね、1、3、5、7と4機種同時にリリースされていて、装飾の少ないモデルから、ゴージャスなモデルまで幅広くラインナップがありました。こちらはですね、その中でノンリバースと言われてまして、1966年にファイヤーバードのモデルチェンジ版として登場した、一本ですね。こちらのモデルはですね、ギブソンの最高峰に位置する、カスタムショップ製ですね。そして木材見ていきますと、マホガニーボディとマホガニーネックとローズウッド指板という風な構成です。はい、定番の木材ではあるんですけども、カスタムショップでしか使用ができない厳選された木材を使っています。ピックアップはですね、P90 を3機搭載しておりまして、中央マチックストップテールピースという風な組み合わせです。価格が2008年製の中古品で46万2000円で販売中でございます。どんな音がするのか楽しみです。ということで音聞いてみてください。最後に紹介するのがこちらギブソンモダーンですね。見たことある人いますかこれ。1958年にですね、ギブソンのフライング V とエクスプローラーと同時に開発されたんですけども、製品化されなかったっていう風な幻のギターです。プロトタイプは製作されたという風な噂もありますが、実際のところどうなのかはわからないみたいです。その後ですね、1982年に当時のレシピを元にして500本のみ生産されたんですけども、あまり売れなかったらしいですね。その後ですね、2012年、2019年に限定で復刻されたという風な、歴史があります。このモデルはですね、2012年製のモデルですね。木材見ていきますと、マホガニーボディとマホガニーネックとローズウッド指板という風な構成です。オリジナルのモダーンと82年製の復刻のモデルはコリーナが採用されてたみたいですね。ピックアップが定番の57クラシックが搭載されていて、中央マチックストップテールピースという風な、2ピースのブリッジです。価格が中古で36万3000円で販売中でございます。とにかく超個性のある一本だと思いますね。なんかこのモダーンだけでも動画1本撮れるかな、撮りたいなっていう風に思うぐらい気になる1本だと思いますので、ということで早速鳴らしていきます。どうぞ。
それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。どれもいい音だったんじゃないかなと思いますね。はい。使ってる木材は基本的に同じではあるんですけども、形とかピックアップとかそういったものでかなりサウンドの印象が変わるなというふうに思いましたね。はい。今回弾き比べたモデルがですね、スタンダード以外のものがどれもマホガニーボディでマホガニーネックで、ルドルフ・シュテンカーのはグラナディロ指板なんですけども、他のはローズウッド指板でっていうことで、ギブソンといえばみたいな感じですよね。はい。なんか使ってるマホガニー材とかそういったものによっても音は変わってくると思うんですが、かなり面白い弾き比べだったんじゃないかなと思います。このモデルの音が一番良かったとか、何やらありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。今日もたくさん弾きましたね。ギブソンってなんかラインナップめちゃくちゃ多いじゃないですか。なんかレスポールあって SG あってフライング V エクスプローラーファイヤーバード、モダンもそうか335もありますしね、175とかモデルがちょっと多すぎるんですけども、今回ソリッドギターっていうことで、はい、集まってたやつ弾き比べてみたんですけども、ストラトキャスターならではのフレーズみたいな楽器1個に対しての名フレーズがあるとは思うんですけども、ギブソンってレスポールはレスポールで代表的なフレーズがあって SG は SG で代表的なフレーズがあってみたいな感じで、なんかそれぞれのモデルに名フレーズがあるような気がしましたね。今回ちょっと弾いたのは割とギブソンらしい感じのフレーズをそれぞれ弾いてみたんですけども、はい、なんか皆様が思うギブソンギターの名フレーズみたいなありましたらぜひコメントしてみていただけたらなと思います。ちょうど先月ぐらいはですね、フェンダーめちゃくちゃ多かったんですよ。うちストラトテレカスタムショップ製のなんかストラトとかもいろいろあったんですけど、あとフェンダージャパンのエクストラトとかたんですけども、なんか今月はやけにギブソンが集まってるような感じで、ギブソンフェンダーっていう大手のブランドが入ってくるってすごいテンション上がって嬉しいなと思いますね。こういう弾き比べどんどんやっていきたいと思うので、今後とも皆様よろしくお願いします。335欲しいですね、そろそろ。ということで、この動画が面白かったという方はいいねとチャンネル登録高評価よろしくお願いします。いつも見てくださってる皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェックフォローをよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-5-21 第2ロレアルビル201ですね、ギターショップトニーク利用しておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。